おはこんばんは、一世がのブレンで、今日はいろいろ紹介したり料理したりしますはい、あとね、チャンネル登録者の方からね、お荷物が届いたので、まず久しぶりに何が届いたのか紹介をまず前半でしていきたいと思います。はい、じゃあまずね、カテゴリー別にちょっとふりかけ、これでもほとんどふりかけだね。ふりかけシリーズ、なんか見たことないやつとかね、珍しいやつばっかり。高級なそう感じじゃないですか、この2つは。ね、美味しそうでしょ。わさびとか黒胡椒、初めて見ました。美味しそう。自分たちでは絶対買わないようなものが食べれるよね。そうだね。ご飯が炊けた、ちょうど。あとは塩しいたけとかのふりかけとか、これをよく見るね。あと納豆ふりかけと、あとこれもよく送ってくれます。そうだね、これも美味しいね。これも美味しいですよ。いろんなアレンジができます。あとはお菓子コーナーもう入ってませんけどね、梅昆布、梅昆布帳、塩昆布これをブレンと聖子で1個ずついただきました。これも待ちきれなくて食べちゃった。これももう1個のやつ食べ終わっちゃったそう、梅干しがね大好きだから、そうね、こういうちっちゃい梅干しのお菓子大好きです。あとはカレンダー。はい、かわいいね。かわいい。いいね。こういうカレンダー欲しかったね。あとは無印良品で買ってくれたみたい、ジャムスプーン。ジャムスプーン。ジャムスプーン。あとはこういうものをいただきました。はい、なんて書いてあるでしょブレンと、こっちがよいしょ、聖子って書いてあります。はい。これ最初気づかなくてさ、自分たちの名前がそう、ただの入ってるって。なんだろうなんかおしゃれなどっかのなんかお酒屋さんとかのやつなのかなと思ってたら、自分たちの名前が入っててびっくりした。ね、入ってるの。永田商店って入ってるじゃん。そう下にだからこれはブレンもしたけど、なんか日本に帰った時とか、なんか温泉行く時とかさ、ね、なんか自分たちのタオルとかなんか手提げとしてね入れて、これ2枚ね、こっちがちょっとちっちゃめだから、やつとか、なんかほら充電器とかそうだね、いっぱい入れられる袋にできるかもしれない。こういうのってなんか旅行する時っていいよね。超便利。小分けして足がおしっこしてる。足のおしっこの音聞こえたかな今かなあとはお手紙もいただきましたし、あとは日本に帰った時にぜひ使ってくださいということで、クオカードもそれぞれいただきました。日本にね、7月の前半から中旬にかけてちょっと帰るので、その時に使わせていただきたいと思います。はい、で最後にこれ料理本もいただきました。嬉しいね。嬉しい。自分たちもレシピ、こういうね料理本からご飯を作ることが最近すごく多いので、もう本当にありがたいね。でなんかそんなにね、なんか難しいレシピじゃなくて、あと材料が少ないからやりやすい。やりやすそう。自分たちは本当になんか誰もが持ってるね、調味料、食材でできる簡単なレシピが好きなので、中身見た感じ凝ってるやつもあるけど、基本的には残り物とかで作れるものが多いので、今日はねこれからこれを作っていきたいと思います。はい、はい、だからまあね、どれ作るんだっけ。このなんかこれを作ろうと思うんですけど、美味しそうと思って、手仕込ぎっていうんだって、聞いたことない名前なんだけど、ちょっと韓国風料理って書いてある。だからごぼうと白菜と豚バラお肉で作るやつなんだけど、コチュジャンとかね、にんにく、生姜、醤油、酒、みりん、コチュジャン、塩って大体どの家でもありそうなやつじゃん。そうだからこれを使って美味しい一品をこれから作っていきたいと思います。お願いします。はい。ということで、私たちに荷物を送ってくれた方、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、作っていきます。頑張って。はい。期待してるから。そうだ、美味しいの作ってあげましょう。はい、皆さんご飯作る前に私はご飯を食べたいと思います。で、早速いただいたこの国産納豆ふりかけをおかずに
ただきたいと思います。日本のこれがいいよね、ここから開けれますってやつはさ、ほぼ 100% ちゃんと開けれるじゃん。アメリカのやつはさ、開けれない時が多いんですよ。日本は部署があるんじゃないなんか何回も実験繰り返してそうだもんね。匂いがもう納豆にネギを入れた匂い。いただきマンボウ。なんかネバネバする。本当に納豆食べてる感じ。美味しい。感じる？で納豆、ネバネバがあるね。粘り気あるよね、不思議。材料紹介。白菜、ごぼうとお肉。これね、便利。韓国のお店に行くとあるんですけど、こういう鍋用のお肉っていうのが売ってて、こういう薄切りの豚バラを欲しい時はいつも韓国のお店で買ってます。いっぱい入ってます。結構あるからいっぱい作ろうかな。結構こういうレシピのいつも3、4倍ぐらいの量を作ってます。で冷蔵庫とか冷凍庫入れて作り置きみたいな感じでして夜ご飯とか次の日食べたりとかしてます。そぎ切りってどういう切り方だろう。そぎ切りって何ですか？そぎ切り。包丁を寝かせるように斜めに入れ、そぐように切る。白菜をまあいっか、適当に。ごぼうの皮むきは確かアルミホイルで簡単にできた気がする。こんな感じである程度皮がむけたので、これからピーラーでリボン状に剥いていきたいと思います。はい、材料も切り終わって調味料も混ぜ終わりました。ここにいっぱい入ってます。ニンニクとか生姜とかコチュジャンとかも入っております。フライパンに豚肉を入れて火にかけ、油が出てきたら白菜とごぼうを加えて炒める。合わせた絵を入れて蓋をして5分ほど蒸し焼き、白菜が柔らかくなったら全体をよく混ぜる。だって簡単だね。もうすぐできちゃうじゃん。豚肉を入れます。じゃあよいしょ、白菜とごぼうを入れちゃいます。よいしょ。はい、これタレ入れて蒸し焼きにしてきます。鍋、キムチ鍋の匂いがするな。手仕込ぎ完成。さっきの商品作り終わったんですけど、これもついでに作っていきたいと思います。この間スーパーでたまたま見かけたやつで、カルビってやつで、これはチキンとかポークとかシーフードにマリネードしてつけて、自分は今回チキンだから4時間か6時間置いて焼くって感じです。このチキンをこれからつけていきたいと思います。これマリネしてさ、終わったら焼くんだよね、多分。ね、4、6時間って焼く。フライパンから焼くか、オーブンで焼くか。オーブン美味しそうで。オーブンでいいんじゃない？じゃあつけておきます。ス
タンドこっちもいい匂いする。あ、お腹すいた？うん。それじゃあ俺が作ったやつ食べてよ。なんか豚キムチみたいだね。そう、だけど辛くない。コチュジャン入ってるけど。いただきます。いただけ。なんか辛くないね。辛くないね、全然辛くないです。全然食べやすいよね。これは本当に子供でも食べれると思います。この辛さ、全然本当に辛くない。美味しいじゃん。何も砂糖とか使ってない。入ってる。ごぼう美味しい。よかった。ってことでブレンにご飯を食べさせるのは成功したので、こっからはちょっとおまけ動画だね。マリネしていくか。これからタレを入れてきます。タレどこやった？全部使っちゃっていいと思うんだけどね。なんか韓国チキンの匂いがする。この匂い。はい、つけます。照り焼きみたいにちょっとトロトロとしたタレです。これで4時間6時間ぐらいつけて夜ご飯にちょっと食べてみたいと思います。あとは豚キムチ、さっきね使ったお肉がちょっとだけ余ってるので豚キムチにしていきたいと思います。で最近美味しい豚キムチの作り方をネットで見つけたので概要欄に貼っとくので、ぜひ気になる方は見てみてください。結構いろんな豚キムチのやり方で作ってるんだけど、今のところこの概要欄にある作り方が結構美味しく作れると思います。この間日本のテレビでさ、マツコの知らない世界でキムチ特集がやってて、それ以来ちょっとキムチが食べたくてキムチを買ってきました。できました。で入れ物がねちょっと少ないからさ、作ったらちょっとだけ余った分を食べなきゃいけないんですよね。もう今日ご飯食べてるだろう。ご飯いろいろ作ってるから、その度に味見したり食べてるから、結構これ今お昼ですけど 3,4 食目ぐらい今日で。このレシピのいいところはなんか豚肉が片栗粉のせいか結構プルプルになるところです。ぜひ試してみてください。はい、皆さんさっきつけてたやつもう6時間つけたのでこんな感じになりました。丼にしてみました。美味しそうでしょ？そう早速食べてみましょう。いただきます。美味しいね。海苔も入れたんだ。美味しい。そう、丼っぽくない？海苔とか、あと鰹節もその下に。いや本当に照り焼き丼みたい。美味しい。これはアメリカの普通のスーパーね、クローガーが QFC とかのスーパーの会社で売ってたので、アメリカにこれ住んでる方でもしこのソース見つけたいという方はぜひスーパーにあるかもしれないのでぜひ探してみてください。はい、最後のブレン承認の印鑑を押しました。美味しい。はいってことでもう今日はたくさん動画撮ったのでまだゆっくりこれからご飯食べたいと思います。はい、今日は本当に料理だったね。久々に料理いっぱいしたし、久々に料理動画をみんなにこうやって公開できたのじゃないかなと思います。ね。はい、ってことで私たちYouTube 以外にも他に
インスタグラム、ツイッターとポッドキャストのもやってるんで、ぜひ概要欄から飛んでみてください。はい。全部言ってるね。あ、言ったね、俺。いつもブレンと分けっこして言ってるのに。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイ。おいしい。